様こんにちは、杉田です。今回は5月5日発売、シャネルの新作ベースメイク、レベージュ・ドゥシュドゥタンとレベージュヘルシーグロークッション、そして数量限定のレベージュヘルシーグロークリームをご紹介していきます。みずみずしい使い心地や軽やかなツヤ肌に仕上がるレベージュシリーズは特に夏に人気のベースメイクラインで、個人的にもとても好きなシリーズですが、今回はクッションタイプのファンデーションとこちらのウォータリーファンデーションがリニューアル、そしてヘルシーグロークリームというクリームジェルフォーミュラの限定アイテムが登場しています。新作ファンデーションはそれぞれ半眼ずつによって塗り心地や室内光と自然光での仕上がり、そして4時間後のマスク崩れもご紹介しておりますので、ファンデーション選びに悩まれている方に少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずご紹介していくのはこちら、レベージュ・ドゥシュドゥタン。マイクロバブルが弾けるウォーターフレッシュファンデーション。高濃度のカラーピグメントを含むマイクロバブルを配合したファンデーション。軽いつけ心地のフォーミュラはフレッシュな感覚をもたらしながら長時間肌を潤いで包み込み保護します。気になるエリアの肌悩みをカバーする部分用ファンデーションとして、または顔全体にお使いください。驚くほど自然な美しい仕上がりに、水分が約 60% を占める軽いつけ心地のジェルテクスチャーで肌にフレッシュな感覚を与えます。ジャスミンステムエキスが肌を守ります。タマリンドシードエキスを配合。肌は艶やかに輝き、ゆっくりと休息をとったような生き生きした印象に。続いてレベージュヘルシーグロークッション。どんな光の下でもナチュラルな輝きを放つ肌に仕上げるクッションファンデーション。肌に潤いをもたらし保護します。驚くほどフレッシュで軽やかなフォーミュラは、新しいアプリケーターを使うことで簡単に肌に馴染み、ミラーいらず。シアーからフルまでカバー感の調整が可能で、繊細に輝くヘルシーなツヤが長時間続きます。アイコニックなラウンドスクエアのデザインはそのままに増量し、リフィル対応ケースに進化しました。新しくなったヘルシーグローブースターで、屋外でも屋内でもナチュラルな輝きを放つ肌へ。ジャスミンオイルとジャスミンステムエキスで保湿力を備えており、肌にフレッシュな感覚と心地よさをもたらして長時間キープ。そしてレベージュヘルシーグロークリーム。クリームジェルのフォーミュラで肌に繊細なローズのベールをまとわせ、艶やかに整った肌に仕上げるメイクアップアイテム。軽やかなテクスチャーは肌に溶け込むようになじみ、肌を滑らかに整えながら輝きを与えます。どこにでも持ち運べるトラベルサイズの特別限定品。ワックス&ソフトフォーカスパウダーでエフォートレスな使い心地で肌をマットに仕上げます。スムーズ効果のあるパウダーでのせた瞬間に肌を滑らかに整えます。そして光を反射するピグメントでヘルシーなツヤ感を生み出します。それではまず左右に新作のファンデーションを塗って比較していきたいと思います。今回こちらのレベージュ・ドゥシュドゥタンには日焼け止め効果が入っていないので、下地はこちらのイヴ・サンローランボーテのピュアショットエアリーライト UV50 を使っています。それではまずはこちら側にレベージュ・ドゥシュドゥタンを塗っていきます。こちらは見た目の通りかなり特殊なファンデーションで、手に出してみるとこんな感じで、ジェルのベースにカプセル状のファンデーションカラーが入っているようなタイプです。こちらをこの付属のブラシでカプセルを潰しながらブラシに取っていって、顔全体に優しくのせていきます。こ
ちらのファンデーションはリニューアルアイテムとなっていて、以前のバージョンも何度か使用したことがあるのですが、今回のリニューアルでカバー力が高まったとのことでした。まだ薄く塗っている時点ですが、本当に以前のタイプよりもしっかりとファンデーションが乗る感じがします。ブラシもかなり毛足が短くて小さいタイプなので、ファンデーションがしっかりとピンポイントに乗ってくれる感じがするので、よりカバー力がアップしている感じもします。はい、こちら側にレベージュ・トゥ・シュ・ドゥ・タン全体に薄く塗ってみました。ジェルベースのウォータリーファンデーションなので、リニューアル前はかなりカバー力がナチュラルだったので、今回もそこまでカバー力には期待できないのかなと思っていましたが、まだ一度薄く全体に塗っただけでも、ちゃんと赤みや色ムラはしっかりとカバーしてくれていて、ミディアムカバレッジくらいのカバー力がありました。まずこのみずみずしいジェルベースの使い心地のままカバー力がアップしたというのはものすごく嬉しいリニューアルですね。そして仕上がりもジェルベースならではのつるんとしたツヤで肌を覆ってくれている感じで、このくらい距離があるとよりわかりやすいと思いますが、つるんとしたむき卵のようなツヤ肌の上にレベージュシリーズらしいヘルシーなツヤも感じられて、夏のツヤ肌メイクにぴったりなファンデーションだと思います。近くで見てもつるんとしたジェルテクスチャーなので、毛穴や凹凸に汚く入り込んでしまうということもなく、とても綺麗な仕上がりです。もう少し重ねていきます。重ねていくときはブラシでタップするようにつけていくとカバー力がアップする感じがします。はい、気になる部分を付属のブラシでタップするように重ね付けしてみました。重ね付けしても全然重たくなってしまうことはないですが、ちゃんと色ムラなどはカバーしてくれるので、重ねていくことでしっかりとカバー感も得られるファンデーションでした。ただこういった大きい赤みやニキビ跡などを完全にカバーするほどハイカバーというわけではないので、気になる部分はコンシーラーと合わせて使った方が安心だと思います。何度重ねても重さを感じずに、ジェルのみずみずしい保湿感を感じられるところも、これからの気温が高くなる時期にすごく使いやすいと思います。今回のリニューアル、ものすごくいいと思います。では反対側にはレベージュヘルシーグロークッションを塗っていきます。こちらもリニューアルアイテムで、私は2つ前のアイテムを愛用していたのですが、こちらも今回のリニューアルでかなりカバー力がアップしたとのことです。軽くパフにとって塗っている状態ですが、確かにこの時点でも結構しっかりとカバーしてくれていますよね。反対側に塗っているレベージュ・トゥ・シュ・ドゥタンと同様、みずみずしい質感ですが、こちらのクッションの方がより軽くて肌にピタッと密着するような使い心地です。はい、こちら側半分にレベージュヘルシーグロークッションをまずは一度塗りで全体に軽く塗ってみました。まずこの時点で何度かしっかりと重ねたレベージュ・トゥ・シュ・ドゥタンよりもヘルシーグロークッションの方が全体的にカバー力が高いのと、どちらも同じ BD の21番という標準色と同じ明るさで少しイエローっぽい色出しのカラーを選んでいますが、レベージュ・トゥ・シュ・ドゥタンはヘルシーなツヤ肌仕上がりなのに対して、レベージュグロークッションは少し発光感もあるような明るさが出るようなツヤ仕上がりなので、レベージュグロークッションの方が少し明るめな仕上がりに感じると思います。そして近くで見てもこんな感じで、レベージュグロークッションもつるんとしたツヤ肌仕上がりですが、こちらは陶器のような滑らかなツヤ肌に仕上がってくれています。こちらもリニューアル前よりもカバー力がアップしていて、少し発光感があるツヤ感が出ているのがすごく綺麗だと思います。ではもう少し重ねていきます。重ねていくとさらにしっかりとカバー力が増していきます。レベージュシリーズは全体的にナチュラルでサーダっぽい仕上がりのファンデーションが多い印象ですが、こちらのグロークッションはかなりカバー力が高めに感じますね。は
はい、こちら側ヘルシーグロークッションを何度かしっかりと重ねてみました。何度か重ねると赤みやニキビ跡などもしっかりとカバーしてくれて、結構ハイカバーなファンデーションです。レベージュシリーズの中ではかなりカバー力が高い方なのかなと思いました。ただこちらもみずみずしくて軽いテクスチャーのファンデーションなので、しっかりと重ねてもムラになってしまったり毛穴落ちしてしまうこともなく、肌全体を滑らかなツヤで覆ってくれています。カバー力も高くて陶器のような滑らかな肌に見せてくれるのに、重さがなくて軽いところもすごく使いやすいポイントだなと思います。どちらもリニューアルしてかなり良くなりました。アップで比較するとこんな感じです。どちらもみずみずしさがあるので、近くで見てもファンデーションが浮いてしまったり毛穴に溜まることもなくとても綺麗ですが、2つのカバー力の違いとレベージュ・ドゥ・シュドゥタンのヘルシーなツヤ肌、レベージュ・ヘルシーグロークッションの陶器のようなツヤ肌の違いが分かりやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとレベージュ・ドゥ・シュドゥタンの肌の透け感とヘルシーグロークッションのカバー力の違いがより分かりやすいと思います。ツヤのイメージも全然違いますよね。ではこの上に今回の限定アイテム、ヘルシーグロークリームを塗っていきたいと思います。こちらは発売前にアイテム詳細などを見ていた感じ、もう少しクリームっぽいアイテムなのかなと思っていましたが、実際に触ってみるとクリームからすぐにパウダーに変化するようなテクスチャーで、シャネルのカウンターでお伺いしたところ、フェイスパウダーのようにブラシを使って顔全体に塗るのがおすすめとのことだったので、今回はブラシを使ってフェイスパウダー代わりに全顔に塗ってみたいと思います。ただクリームタイプからすぐにパウダータイプに変化するようなタイプですが、このようなフェイスパウダーブラシよりも毛足が長めのファンデーションブラシの方がまんべんなく塗れる感じがするので、今回はこのディオールのファンデーションブラシを使って塗っていきたいと思います。まずはこちらレベージュ・ドゥ・シュドゥタンの上に塗っていきます。こんな感じで肌の上に置くようにのせると、肌の色に近いようなヘルシーなローズのカラーが持ってくれますね。ここからさっとなじませていくと、すぐに肌に馴染んで、しっとりとしたパウダーを塗った後のように整えてくれます。はい、こちら側に限定のヘルシーグロークリームを塗ってみました。もう少しクリームっぽいテクスチャーのアイテムなのかなと思いましたが、顔全体に塗ってもベタつき感はなく、サラサラとまではいきませんが、しっとりとしすぎていて重くなってしまうということもなかったので、全顔に塗るのにもすごく使いやすいなと思いました。そしてカラーも肌の色に近いようなベージュの上に少しヘルシーさも感じるようなローズが乗っているので、このローズに光る感じがすごく立体感があって、より夏らしいヘルシーさを演出してくれていると思います。まさにレベージュシリーズという感じの仕上がりで、とても綺麗です。そして素肌の透け感も残るようなレベージュ・シュドゥタンの上に重ねていますが、しっとりとしたクリームが肌に密着するからか、自然ですがカバー力も増しています。この2つを組み合わせて使うのもとても綺麗です。ブランドからの説明の通り、肌をマットに整えつつ肌表面を滑らかに整えて、そしてヘルシーなツヤ感を生み出しているという感じで、とてもフラットなつるんとした肌に仕上がったと思います。こちらは部分使いというよりも全顔に塗るのがとても綺麗だなと思いました。はい、こちら側はヘルシーグロークッションの上に限定のヘルシーグロークリームを塗ってみました。もともとカバー力の高いヘルシーグロークッションの上に重ねると、よりカバー力がアップして滑らかさも加わってすごく綺麗ですよね。近くで見てもこんな感じで厚塗り感が出てしまうということもなく、とても綺麗でした。フェイスパウダーを塗るのは苦手だけれど、ファンデーションの油分感は少し抑えたいという方にもぴったりなアイテムなんじゃないかなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。
自然光で見てもロースのカラーが浮いてしまうということもなく、程よい立体感が出ていてすごく綺麗だと思います。ではここからは4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れ方にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについてどんな感じか見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。今回限定のヘルシーグロークリームをパウダー代わりに使って、フェイスパウダーを塗らない状態でマスクのまま過ごしたので、やはり皮脂によるテカリが気になる肌タイプの私には、全体的に肌のテカリが目立ってきてしまったのと、この上から塗ったヘルシーグロークリームが少し時間が経つと肌の上でよれる感じが気になりました。ヘルシーグロークリームは肌全体にのせると仕上がりはとても綺麗でしたが、汗や皮脂を吸着するという効果はなかったので、顔全体に使う場合にはさらに上からフェイスパウダーなどを使った方がより過ごしやすいんじゃないかなと感じました。ただ肌表面は意外とベタついていないです。アップで比較するとこんな感じで、下に塗っているファンデーション自体はどちらも綺麗に保っています。ただレベージュヘルシーグロークッションは少し厚みがあるからか、何度か重ねた部分がマスクによる摩擦による擦れに少し弱い印象でした。それでは皮脂が出ているところをティッシュオフして、こちら側のクッションファンデーションをお直しに使ってみたいと思います。こちらは通常のクッションファンデーションというよりもメッシュタイプになっていて、かなりみずみずしい液が入っているからか、お直しで使ってもこんな感じで浮いてしまったベースに塗っているファンデーションなどを綺麗に均一にしながらさらにカバーしてくれる感じで、かなり綺麗です。はい、こちら側半分にレベージュヘルシーグロークッションでお直しをしてみました。リニューアルをしてかなりハイカバーなタイプになったので、お直しとして使うとハイカバーな分よれてしまったり汚くなってしまうかなと思いましたが、みずみずしいテクスチャーで重さを感じないタイプだからか、下に塗っていたファンデーションも綺麗になじませつつ、塗りたてのようなつるんとしたハイカバーなツヤ肌に仕上げてくれました。レベージュヘルシーグロークッションはみずみずしくてカバー力もあり、SPF30 PA3 プラスの紫外線カット効果もあるので、朝メイクする際にはもちろん、お直し用としてもかなり使いやすいと思います。はい、最後にファンデーションの崩れにくさも見ていきたかったので、こちら側にトゥシュートタン、反対側にヘルシーグロークッションを塗って、上から同じレベージュシリーズのレベージュプードルベルミンというプレストタイプのパウダーを塗って4時間ほどマスクのまま過ごしてみました。やはり上からフェイスパウダーをつけていると、限定のヘルシーグロークリームのみで仕上げた時よりもファンデーション自体の持ちは良くなっていますが、こんな感じで皮脂が気になる肌タイプの私にはどちらも結構全体的にテカリが気になる印象だったので、比較的みずみずしくてさっぱりとした使用感の多いレベージュシリーズの中では、こちらの2つは乾燥肌の方にも安心して使いやすいくらいしっかりと保湿感も感じられるタイプかなと思いました。どちらもみずみずしい使い心地ですが、しっかりと保湿感も保ってくれるタイプなので、日焼けをしてしまった後やエアコンなどで乾燥が気になるという時にも使いやすいアイテムだなと思いました。はい、ではこんな感じで5月5日発売のシャネルレベージュシリーズの新作ベースメイク、レベージュトゥシュドゥタンとレベージュヘルシーグロークッション、そして数量限定発売のレベージュヘルシーグロークリームをそれぞれご紹介していきました。今回の新作はどちらもみずみずしさはそのままにかなり保湿力が高まっている感じがしたので、日焼けをした後やエアコンの乾燥が気になる時にもすごく使いやすいんじゃないかなと思いました。どちらも仕上がりはとても綺麗でしたが、個人的にはヘルシーグロークッションの少し発酵感も感じるような滑らかな陶器肌のような仕上がりがとても綺麗だなと思いました。
どちらもリニューアルでカバー力がアップしていたのもとてもポイントが高かったです。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。